さん、こんばんは。今回は、島作り。前回海を作り、浮かび上がってきた島。島の形を作っただけで、その島の中は手つかずなので、気になるところを手直しして、島を完成させていきましょう。まあ、細かいところをいろいろいじったのですが、大まかにくくると、日和牧市の南、高台となっている道路に囲まれたエリア。119番道路の川、この接続。123番道路の南、海を埋め立てた一帯。同じく123番道路の東、埋め立てた半島。水面市の北の埋め立て地。十日の森周辺、東は沼地の埋め立て、西は埋め立てた土地の手直し。端付タウン、113番道路の北、放置していた本家の地形のさらに向こう側。ざっとこんなところですかねいやまあほとんど島の全域ですね。早速、やっていきましょう。まずは日和牧市の南ですが、119番道路、120番道路ともに高低差がついて、自然生成の地形と噛み合ってないので、よそから森を持ってきます。本家の地形がない場所はこうするのが一番ですね。なのでこの後もこういった作業が続きます。このやり方の問題点は、持ってきた地形と元々あった地形を接続させること。当たり前といえば当たり前のことですが、こればかりは自力でどうにかしないといけないので、この作業の方に時間がかかっちゃいます。そんなわけで、接続部分は適当に、木で隠して、おしまい。続いて、119番道路と118番道路の間。119番道路を流れる川と、118番道路の河口は繋がっているので、繋げます。まあ大した範囲じゃないので、サクッとできちゃいました。一方で、公園地方の川がない場所の水辺は埋め立てて、川が目立つようにちょっと地形をいじってもいます。123番道路の南も、かなりの範囲の海を埋め立てて陸地にしましたが、自然生成された地形も結構残っているので、その隙間に木を生やすだけでいいでしょう。厄介だったのが、やはりこの送り火山を囲う半島。ここもよそから森を持ってきて、埋め立てた地形に合わせて森を広げましたが、ちょうどいい大きさの森が見つからなくてねなんとか使えそうな白樺の森を持ってきましたが、すぐ西には多くの木が群生しているので、ここはちょっと失敗だったかもしれません。お許しくれっぴー。そんな半島のさらに北、水面市の北側にも海を埋め立てた土地がありますので、またよその地形を持ってきて、サファリゾーンから流れ出る川がありますので、そこだけそれっぽく伸ばしておきました。場所は一気に島の西側に移り、十日の森へ。この辺りはもともと湿原バイオームが広がっており、水辺が広がっていましたので、陸地にしていきましょう。ここに限った話ではないのですが、島にある水辺はなるべく埋め立てるようにしています。自然生成された川とかですね。本家の地形以外の場所の作成にあたっては、公園地方全景のイラストや ORAS で大空を飛ぶをした時に見渡せる島。こういった情報を一応参考にしているんですけど、ほとんど水辺ってないんですよね。まああくまで参考にしているだけなのですが、なのでなるべく水辺をなくすようにしているというわけです。最後に、島の北西一帯は、流星の滝、端付タウン、113番道路といった一風変わった地形となっており、自然生成された地形やよその地形をそのまま使うことが難しいので、
はい、地道に自力で作ります。流星の滝を覆う岩場は適当に広げるだけでいいとして、端付けタウンの北側、高台になっており、さらにすぐそこに海があるので、この高台をそのまま海岸線につなげちゃいます。つなげると言っても、海岸線に沿うように、かつ斜面っぽくするためにブロックを一個一個設置していったので、結構大変でした。まあすぐそこにある煙突山を作る時に比べれば全然楽なもんです。あとは113番道路の北側。113番道路はご存知の通り、煙突山の火山灰が降り積もる道路ですので、その北側の一帯にも火山灰が降り積もっていないとおかしいでしょう。ということで地面のブロックを113番道路と同じものに変えつつ、埋め立てた海岸線に脇を適当に生やして、島の北西の一帯もあらかた整ったところで、このマイクラ宝園地方のメインの島として、完成したものが、こちらです。最初は西側に伸びる大陸の一部にあったこの、マイクラ宝園地方。周囲の土地を削り、海洋化して、そして、今回、島を整えた結果が、どうでしょう。海に囲まれた、島。森に山に、砂漠に川もあって、かなり宝園地方っぽくなったのではないでしょうか。まあ本家の島の形と比べると、やはり西側の海岸線がずれまくってるのが残念ですが、適当に作っていた割には、結構形になったかと思います。いやー、これはなかなかの達成感がある光景。三代タウンを出発した時はどうなることかと思っていましたが、なんとかここまで来れた、という気分です。本当は海岸線をもっと整えたりしたかったのですが、ここまでやって、はい、力尽きました。お許しくれっぴー。ここまでやったと言っても、これで宝園地方が完成、ということではありません。メインの島、海が完成しただけで、宝園地方はその海での冒険が特徴的と言えるでしょう。なので、これで浮かれず次の舞台。頑張って用意したこの海で、宝園地方作りを進めることとして、次回は、109番水道。この島最後の陸地、海なして南の砂浜と、そこから伸びる海。まずはここから海に繰り出しましょう。一区切りついたこのマイクラ宝園地方ですが、まだまだ作るところは残っており、まだまだ続くことになりますので、また次回、よろしくお願いします。